こんにちは。ジベルニーの小部屋の住人つむーです。今回の動画は最近アンティークショップで購入してきたものの購入品紹介。こんな感じで紙袋いっぱいに詰まっているので、これからご紹介していこうと思います。よろしくお願いします。まずはこちらの茶色い紙袋の中身からご紹介したいと思います。こちらは、先日の動画、岐阜のアンティークショップやカフェ巡りの中で購入してきたものになります。ではまず中身をちょっと出していこうと思います。こんな感じで大きめのインテリアからちっちゃい小物まで、こちらもですね、ちょっとこのビニール袋にもいろいろ細々としたものが入っております。こちらの2つは岐阜のエクレクティックユーズドストアさんで購入させていただきました。まずこちらの大きい方から開けていきましょう。こちらですね。中身開けていきます。こんな感じになってます。これ見た時にちょっと一目惚れしてしまいまして購入させていただきました。理科の実験とかでも使ったことあると思うんですけど、プレパラートの収納ボックスになってます。こんな感じで左には数字の欄がたくさん並んでいます。多分、プレパラートに載せたものとかの種類を書く欄なんじゃないかなと思います。右にはこんな感じでガラスのプレパラートが挟んであります。これ、移動することができまして、こういう感じで移動していくんですけど、商品が飾られている時にこういう感じで小さい小瓶がここに飾られていたんですね。こういうディスプレイ台にもなるんだと思って、そのアイディアにちょっと感銘を受けまして、家でもちょっとやってみたいと思って購入してきました。木製でなんかこのアンティークの朽ちた感じもとっても可愛いなと思って購入しました。次に購入してきたものはこちらです。こちらも開けていきましょう。小さなティーポットになります。こんな感じでティーポットの蓋にもこういう小さいつまみがついていて、小さいけれど使いやすそうなティーポットになります。こういう風に飾りの模様が一周蓋にも入っていて、中もこんな感じでちゃんと滑り止めっていうんですかね、ついてますし、状態も真っ白だしとっても良さそうだなと思います。台湾茶器をいくつか集めてるんですけれども、台湾茶器ってちっちゃいのに結構高かったりして、なのでこれ実は500円だったんですね。多分日本のデッドストックのものだと思うんですけれども、とても安くって、これは絶対買わなきゃと思ってお家のカフェ用に購入しました。続きまして岐阜の古地雑貨さんで購入してきたものの紹介をしたいと思います。こちらになります。これからビニール開封して詳細を語っていきます。古地雑貨さんで購入したものを最初に紹介するのはこちらになります。フランスのマルシェ袋になります。この絵のようにマルシェで購入したものをここに入れてこう渡してもらうっていう、そういう袋だと思うんですけれども、この柄がとっても可愛らしくって、いかにもフランスっていう感じのこの字体とかも最高に可愛いですよね。でちょっと透け感がある素材なのも私は大好きなので購入しました。裏はとってもシンプルな感じになります。これはなくなると嫌だなと思ったので、なくなったり破れたりすると嫌だなと思ったので2枚購入してきました。次にご紹介するのがこちらです。ウッド製の小さいスプーンとこちらオーナメントになります。
こちらの小さいスプーンは先ほどご紹介したこの小さいティーポットに茶葉を入れたりするのに使いやすいかなと思って、見た目もとても可愛らしい同士でミニチュアな感じが気に入って購入しました。こちらのウッドのオーナメントはここに紐を吊るして天井からぶら下げたりしてお部屋の飾りなどに使おうと思います。クリスマスのツリーに飾るオーナメントも似たようなものをアントリーさんで購入したんですけど、それがすごく好きなデザイン、このろくろデザインがすごく好きなので、同じような感じではあるんですけど購入しました。次にご紹介するのがこちら、ウッドのクロス型のコースターになります。こういう商品になります。これこういう風に外せて収納もしやすいっていう形になってます。これサイズが3種類ぐらいあって、鍋敷きにできそうなぐらいの大きいサイズと、ティーポットが置けそうなぐらいのサイズと、これが確か一番小さくてマグカップなどを置けるサイズになります。こんな感じでこれをこうやって置いてもサイズ的にちょうどいいかなと思いました。コチ雑貨さんで購入したもの、最後はこちらになります。バンブー製のピンチハンガーになります。これ今はこういう風にこう収納して狭く収まってるんですけど、これを広げるとこんな感じでここに間ができて腰ムラがなくなると言いますかね、乾きやすくなる仕様になってます。これ見た瞬間にとっても可愛いと思って、なかなかこの上のこの支柱部分もこのピンチハンガーもこのバンブーのものって見かけないなと思いまして、でこの数もいっぱいあるし、コチ雑貨さんにはこれにポストカードを挟んで飾ってられました。バンブー素材なので実用的にも使えそうですし、インテリアとしてもとてもおしゃれなんじゃないかなと思います。私は今キッチンにこういう風にアイアンのハンガーを使っていろいろ雑貨を吊るしてるんですけど、ちょっとこちらに変えたいなと思っております。また変えてキッチンに飾ったところも公開したいと思います。ここからは別日に撮影しております。ちょっと今日花粉症の症状がひどくてすごく鼻声なので聞き取りづらかったら申し訳ございません。別のアンティークショップで購入したものを紹介したいと思います。これからご紹介するのは2024年末に、カフェのみ閉店されたトロアプリュスさんで購入したものになります。アンティークショップと併設されていて、カフェもとっても素敵な雰囲気だったんですけれども、閉店ということになってアンティークショップでもセールを開催していたので、そちらで購入したものになります。トロアプリュスさんについて少しお話ししたいと思うんですけれども、私の中で、一番好きなカフェでした。いろんな分類で好きなカフェっていっぱいあるんですけど、アンティークショップも併設したカフェっていうのはなかなか多くはなくて、その中でも、トロアプリュスさん群を抜いて、一番好きでしたね。私の部屋作りにおいてもとっても取り入れさせていただいた部分っていうのは多くて、至る所にアンティークがぎっしり詰まっていて、カフェスペースも、アーチ型のミラーだったりとか、クロスモチーフだったりとかっていうのがすごく多くて、私のタイプのカフェでした。それではトロアプリュスさんで購入したものの1つ目ご紹介いたします。こちらアンティークの紙のサインプレートになります。こちらですね、同じ商品が 4,5 枚あったんですけれども、その中でも一番状態が良さそうなものを選びました。こんな感じで紙なのでだいぶ退色してるんですけど、それもアンティークの雰囲気があっていいなと思いました。ここに金属の金具もついていて取り付けやすい
感じになっております。さっき Google の翻訳でこれなんて書いてあるかなと思って調べたら、小学生の行進パレードみたいな感じのイベントごとのお知らせかなと思います。でここには日時だったりとか、新店舗で行われますよっていう情報が載っているようです。部屋のインテリアに取り入れたいなと思って、キッチンだったり小部屋のドアの上とかに取り付けていきたいと思いますので、その様子も後でご紹介したいと思います。続いて購入品2つ目はこちらになります。ヴィンテージのブックになります。これ購入したのが昨年末2024年の12月だったので、クリスマスが近くて、それのテーブルコーディネートにちょっと一役買いそうだなと思って購入しました。こんな感じで裏は何も書いてありません。側面っていうんですかね、ゴールドに塗装されていてとってもゴージャスな仕上がりになってます。中を開けてみるとこんな感じで絵本になってます。とっても可愛い絵柄で、もう見た瞬間これは買わなきゃと思って購入させていただきました。どのページを開いても可愛い挿絵ばかりでとても癒される商品になってます。次3つ目の購入品はこちらになります。プチプチでくるまれているので、これから開けていこうと思います。こちらですね。こちら鉄製のエンジェルプレートになります。この商品ですね、カフェ営業されていた時から私カフェのインテリアの中でも一番気に入っていたものです。フォトフレームの何枚か飾ってあるのの一番上に両側に飾られていたんですけれども、いつか家に取り入れたいなと思っていて、でそのフォトフレームもすごく好きだったので、私もちょっと似せて作らせていただいたのを過去の DIY であげてるんですけれども、そちらのこの上に同じように飾ろうかなと思っております。最後はこちらになります。梱包を開けていこうと思います。こちらはですね、ドライフラワーの、瓶のセットになります。いろんな種類が入ってまして、こういう風にドライフラワーだったりとか、潰した粉状のものになっていたりとか、空き瓶だとかいろいろあります。こんな感じで本当に何本もあるんですけれども、こちらのアイテムですね、見ていただくと分かるように、瓶にガラスタイプのスプーンっていうんですかね、さじみたいなのがついてまして、こういう瓶タイプだけだったら結構100円ショップでも出回っていると思うんですね。だけどこのスプーン付きっていうのが私の中で初めて見たので、新しくて新しいんですけど、古いものっていう感じで、私的にはとても魅力的に映ったので購入してきました。こんな感じで透明感がとっても素敵ですよね。皆さんこういうスプーン付きのタイプって見られたことありますか？私は本当に初めてでした。取り付けるところ本当に悩んだんですけど、このドアの上にこういった感じで取り付けていこうと思います。今回は穴を開けないようにこちらのひっつき虫を使って取り付けていこうと思います。こんな感じでうまく取り付けられました。ひっつき虫だと壁に穴を開けることなくうまく貼り付けることができるので本当におすすめです。アイアン製のエンジェルを取り付けていきたいと思います。こちら結構金属製なので重さがあって、なのでこういう重いものがかけられるフックを使って取り付けていきたいと思います。これは大きな穴が開かずに
重いものを吊り下げられるフックになっていて、細い釘3本で留められることができるので、画鋲みたいにぶっとい穴が開かなくていいので便利です。こんな感じで簡単に取り付けることができました。ここのフォトフレームの丸いこの真っ白で気になっているので、ちょっといい隠し方をこれから見つけていきたいなと思ってます。クリップに挟むポストカードをこちらから選んでいこうと思います。